はい、ミルに関してはですね、自社はもともと刃物系の開発ですし、刃物を作ってる会社っていうような感じがありますので、自社の工場の中では金属を削って刃をつけて、道具とするわけですけど、ミルとなりますと一番大事な部分は実はセラミックの臼というものを使っています。こちらに関してはですね、新潟の方の、協力メーカーさんの方をですね、持っている技術というところから正直始まっています。協力メーカーさんの技術と、ブラスさんのご意見とこうミックスするような構造、形をですね、作っていかなきゃいけないというところから始まっています。ブラスさんに言われたことをメモして、そのまま新潟に持って行って走っていって、いやこれは一回モデル作ってみないと分かんないなって言いながらモデル屋さんにそのまま走っていって、モデル屋さんとああだこうだやりながらブック作ってっていうのをですね、何度も何度も繰り返してですね、最終的に臼を外して洗えたりですとか、そういった構造をですね、どんどん盛り込んでいくわけですが、今度盛り込んでいくとですね、これを成形型で量産しなきゃいけないという話になってきます。モデルだからこの形できるんだよねっていう部分からですね、今度量産するために金型を作らなきゃいけないよねってなってくるとですね、またその構造を少し見直さなきゃいけない部分っていうのもあったりします。金型が作れるかどうかみたいなところをですね、一生懸命頭を使った覚えをしていますが、最終的にはですね、実は金型から出てきたものの部品だけではなくてですね、型から出た後にもう一回二次加工をしていたりもしています。それで初めて分解して、洗えるミルというものの機能、構造を、やっと達成できた。型から出たものをプラスチックの部品をさらにこう削るというようなですね、概念がちょっと私の中にはなくてですね、そこに思い至るまではですね、ちょっと何週間か悩んだんですけど、それでもですね、そういったことで、実際に製品として成り立つのか、商品としていい機能を果たすのかというあたりをですね、試作品検証しながら立ち上げているんだと思います。強いて言いますと、今度金型できるんですけど、できても今度それをユーザーが本当にちゃんとうまく戻せるかばらせるかっていうあたりは、やっぱり何かこう目印をつけたりですとか、こういう動作、作法でやらなきゃダメよっていうのをですね、決めきるまでなんですね、やっぱりまたちょっとこう金型の構造を変えたりとか、部品の形状を変えたりなんていうのもしてますので、組み上げてダメだばらして、組み上げてばらしてっていうののこう繰り返しみたいな感じでできてきてるっていう感じですかね。流度の幅はですね、やっぱり臼なのでセラミックと焼き物なんですね。そのセラミックの外臼と中臼という2部品がこうぐるぐる回転しながら、その間を抜けてきたものがこう削られる、引かれるっていうことになるんですけど、そこのやっぱり臼のですね、寸法の部分を調整するという部分にですね、新潟のメーカーさんとの取り組みでやっぱりきちっとした基準、交差を設けてあげなきゃいけないっていうことになってきてましたし、多少臼が大小交差があってもですね、それを許容するような中の構造っていうのもですね、やっぱり考えると、そのあたりで、大きな粒のものから、細かいものまでやりたいという要望にですね、なんとかお答えしたいということで、細かな設計をしたりテストをしたりっていうのを繰り返したことを